みんな、こんにちは、なななです。今日紹介するのは、2024年2月の中旬に、スイッチサイン社で取り扱いを開始した4つの商品。で、このうちのウォッチデブキットと ADC V1.1 は、以前から同様の商品が販売されていて、今回はマイナーチェンジになるんだけど、今回は商品の数も多くないので、全て見ていこうかな。じゃあ1つ目のカプセルプロトから詳しく見ていくよ。はい、カプセルプロト紹介していくよ。カプセルプロトは M5 カプセル用のプロト基板だよ。M5 カプセルって何っていう話なんだけど、M5 カプセルはスタンプ S3 を搭載した開発ボードで、材料とかね、加速度センサー、リアルタイムクロック、赤外線 LED とか、マイクスピーカー、バッテリーとか、いろんな機能が搭載されていて、この M5 カプセル1台あれば、いろんなものが作れるようになってるよ。で、プロト基板何に使うかっていうと、M5 カプセルに部品を取り付けるために使うっていうのが主な使い道かな。アトムシリーズはソケットが本体に下にあって、ブレッドボードに取り付けて部品を試したり結構簡単にできるんだけど、M5 カプセルって本体の上側にピンソケットがあるから、こんなブレッドボードに挿しちゃうと、ウェイクボタンとかブートボタンっていうのが押せなくなっちゃうんだよね。だから、部品を取り付けようと思ったら、どうしてもこの M5 カプセルの上に基板を取り付けて、そこに部品を乗せるっていう方法が必要になってくるよね。で、そうしたときに、このプロト基板使うことで、部品を簡単に取り付けられるようになってるよ。この基板の特徴は、M5 カプセル専用の設計になってるっていうところ。ピンヘッダーを基板に取り付ければ、そのまま M5 カプセルに上から取り付けることができるから、とっても簡単だよね。あとは、この基板上にスピンの名前が出力で表示されてるから結構わかりやすいよね。ホールの数は62個あって、この基板の上に部品を実装して、簡単な回路を構成することができるよ。M5 カプセルを使った試作用途使う分には最適だよね。ちなみになんだけど、僕も M5 カプセルにタクトスイッチを取り付けられる基板っていうのを作って、ブースとかスイッチサイエンスで販売してるから、もしよかったらこっちも試してみてね。はい、次はウォッチデブキット紹介していくよ。ウォッチデブキットは M5 コアシリーズをスマートウォッチにするためのキット。リストバンドと M5 スタックのコアシリーズを駆動するためのバッテリーが同梱されてるよ。コアシリーズって何っていうと、コアシリーズは M5 スタックのベーシック、コア2、コア3のことね。ウォッチデブキット自体は以前からも販売されていたんだけど、今回の変更点は、このリストバンドの色がオレンジ色になっているとこかな。ちなみに、以前のリストバンドの色はモスグリーンだったよ。で、700mAh のバッテリーが付属していて、M5 コアにもともとついてる 500mAh よりも容量が大きいから、M5 コアの通常のバッテリーよりは長持ちするようになってるよ。気になったのは、M バスの基板が同梱されているんだけど、これ最初見たときに、このバッテリーをつなぐために使うのかなって思ったんだけど、バッテリー自体は直接コネクターを M5 コア側のバッテリー端子につなぐみたいだね。だから M バス基板は幸せ用に使うのかな。このあたり誰か知ってたらぜひコメントで教えてね。ウォッチデブキットの用途としては、M5 スタックのコアシリーズをスマートウォッチ化するっていう用途だね。スマートウォッチを作りたい場合は、このキットを使うことで簡単に M5 スタックを上に取り付けられるようにできるよ。はい、続いて AirQ 紹介していくよ。AirQ はスタンプ S3 を搭載した空気質測定デバイスで、M5 スタックさんにしては珍しい機能に特化したデバイスになってるよ。空気質センサーと CO2 センサー、450mAh のバッテリー、
あとは 200×200 ピクセルの DF ディスプレイ搭載しているみたいだね。この2つのセンサーを使って PM1.0、2.5、4、10、温度質の VOC、CO2 濃度っていうのを測定することができるよ。この中の VOC っていうのは揮発性有機化合物リアクションで、むちゃくちゃ簡単に言うと、揮発しやすい化学物質ってことだね。いろんなものに材料とかでね、使われたりしていて、例えば塗料とか、揮発して、腹痛くなったりとか、目がね、痛くなったりとかすると思うんだけど、そういう物質を検出できるっていうことだね。で、e インクとリアルタイムクロックを搭載していて、低消費電力で長期間ね、稼働することを想定された作りになってるのかな。どうしてそう言えるかっていうと、e インクっていうのは、LCD、普通の液晶とか、OLED と違って、画面の表示を書き換えるときにしか電力を消費しないっていうのと、あとはリアルタイムクロック使うことで、スケジューリングをして、センサーの測定が不能なとき、マイコンスリープ状態にして、必要なときだけマイコン起動して測定するっていうことをすると、消費電力をね、抑えることができるよ。野球の用途としては、室内とか屋外の環境モニタリング、研究とか、あと産業用途っていうのを想定してるみたいだね。なかなか一般の家庭で空気質を定期的に測定するっていうことはないかもしれないんだけど、工場とか建設現場とかね、定期的に空気質を測定する需要があるんだね、おそらく。値段が1万円超えてるから、あんまり気軽に買えるものじゃないとは思うんだけど、もし興味があったら使ってみて、コメントで感想を教えてくれると嬉しいかな。はい、最後は ADC ユニット V1.1 紹介するよ。ADC ユニットは、アナログの信号をデジタルに変換するためのユニットだよ。同じ名前のユニットが以前から販売されていて、V1.1 での変更点はサンプリングレートが2倍になったっていうところだよ。以前の ADC ユニットは128サンプル毎秒。V1.1 は240サンプル毎秒になってるよ。M5 スタックシリーズに搭載されてる ESP32 のマイコン自体にもアナログデジタル変換の機能は内蔵されてるんだけど、この ADC ユニットの方が精度が良くなってるよ。どれくらい精度がいいかっていうと、ESP32 が12ビットの4096段階に対して ADC ユニットは16ビットの65536段階になってるよ。16倍細かく電圧を測定できるってことだよね。ただ、サンプリングレートは以前の ADC ユニットよりも速くはなってはいるんだけど、それでも ESP32 内蔵の ADC よりはだいぶ遅いから、その点だけは注意が必要だね。ESP32 自体は 83.333 キロサンプル毎秒で ADC V1.1 は240サンプル毎秒だから、サンプリングレートは全然違うから、用途っていうのもね、全然変わってくるよね。あとは ADC ユニットは入力電圧が 0V から 12V まで入力することができるから、3.3V の ESP32 よりは入力電圧の幅は広いよね。このユニットの用途としては、心電図とか血圧測定のように、精度を求められるセンサーからの入力を想定しているみたいだね。周波数の高い波形を入力するとかにも使えないから、事前に用途とね、合ってるかどうかっていうのは確認してみてね。はい。ここまではスイッチサイエンスさんで発売された新商品っていうのを紹介してきたんだけど、これから先にどんな商品が出てくるかっていうのもやっぱり知っておきたいよね。だから、ジミーさんが X でポストした写真の中から気になるものをピックアップして一つ紹介してみるよ。ただ、詳細な情報がなくて、僕の想像も入ったりしてるから、その点は注意してね。今回ピックアップしたのはナノ C6。これはおそらく ESP32C6 を搭載した開発ボード。ESP32C6 は Wi-Fi 6と
Bluetooth のローエナジーに対応していて、特にスレッド、ジグビー、またっていうね、スマートフォンデバイス、ダメの規格に対応してるマイコンっていうところが、今までの M5 コアとか、フトムシリーズとかとの大きく違うところかな。名前のナノっていう通り、カバーで覆われた N5 スタックさんの製品の中では一番ちっちゃい製品になるのかな。スタンプシリーズに一応カバーはついてるけど、全体を覆うカバーって意味だと、これナノが一番小さいかな。あとは写真を見てみると、グローブ端子と USB タイプ C のね、端子が写ってるから、ここからサイズ感っていうのは大体わかるよね。だいぶ小さくていい感じだよね。小さくてもグローブ端子がついてるから、既存のユニットで拡張できたりとか、あと、ナノっていう名前の通り、すごくちっちゃいんだけど、ボタンの結構押しやすそうなところは良さそうだよね。日本ではもうすぐ発売されるみたいだから、とっても楽しみだね。はい。ここまでで2024年2月の中旬にスイッチサイエンスさんで発売された M5 スタックさんの新商品4つと、あとナノ C6 ね、紹介してきたよ。僕はナノ C6 がとっても気になっていて、これを発売されたらぜひ詳しく見てみたいよね。みんなも気になった商品があったらぜひコメント欄で教えてね。はい、じゃあ今日はここまで。もしこの動画が面白かったら高評価、コメント、チャンネル登録、X のフォローもよろしくね。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。だね。